こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する動画は、久しぶりのルームパンツになります。こちらはね、直立ちで作るルームパンツとして以前ですね、ガーゼで作ったものを紹介させていただきました。でその際は縫い代をですね、ロックミシンで仕上げております。で現在ですね、紹介中のキャミワンピでジグザグ縫いなしという紹介が結構再生回ってますので、今回ルームパンツの方もジグザグ縫いなしで作れる方法で紹介させていただきます。あともう一つ変わった方法として脇のね縫い合わせをなくしてみました。ちょっと縫い方をね2パターンで紹介していきますので、よかったら最後までご覧いただいて、作り方の参考にしていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。で実際に、ね、仕上がった後に履いてみたところですね、ここの股のところを結構長めに取ったつもりではあるんですけれども、ちょっとつれるね印象がありました。っていうのも、もうお尻とつながってますので、この境目のところのね縫い合わせがない分、立体感がちょっと薄れるんですよね。多分そのせいだと思います。なので皆様これから裁断される際はですね、この後動画では紹介しているんですけれども、この股上の部分を、実際に洋服で合わせた際に、あともう3、4センチね長めに作られるといいと思います。で長めに作って、実際に着ながら調整されると一番いいんじゃないかなと思います。2メーターでぴったりで作ってみたんですけれども、着丈もね、ご自身で着てみて、自分のお好みの丈で仕上げてみてください。では、パンツを裏返ししていきます。でこのねパンツの動画を出したのが多分2年ぐらい前だと思うんですけれども、その時はですねガーゼで作っておりました。これからの季節ダブルガーゼで作るとすごく涼しくなるので、心地よくて、私未だにね履いてるんですけれども、よかったらダブルガーゼでも作っていただけたらと思います。でも今回はねちょっと作り方変えていきますよ。では、この今ね裏返しにした状態で片側だけにズボンを内側に入れていきます。そうしたら柄方向気をつけて、後ろ身ごろが分かる状態にして生地に合わせていきます。で今ね布はどういうふうに折ってるかっていうと、ここ今輪の状態なんですけれども、で合わせた時にこの輪にしているところがこの脇になるようにして合わせてみてください。そしたらですね、ここウエストの部分はゴムが入ってるので、ここねもっと伸びるんですよ。だから伸びることを想定して切らなきゃいけないんですよ。なのでちょっと定規を当てながら、こんな感じかなっていう風に当ててみてカットしていきます。短く切っちゃうと大きくできないんですけど、大きくしておけば細くもできますよ。それでは全てのパーツの裁断が終わったところです。今回はポケットをつけます。でパーツがどんな風になってるかっていうと、脇がつながっているので同じパーツが2枚になります。普段はねこちらの方の太ゴムの方ですね紹介しているんですけれども、幅 20mm のものを今回は2本つけられるようにゴムの使用をちょっと変えていきます。はい、それでは早速ポケットから作っていきます。今回は2枚仕立てにしました。ポケット口のところを輪で仕立てていく方法です。中表に重ねたら輪のところから2センチのところに5ミリの切り込みを入れます。切り込みを入れたところをつまみながら A 文字の W を描くようにして蛇腹に畳んでいきます。反対側のポケット口も同じようにして畳みます。そうしたら周囲を7ミリで縫います。
ちょうどポケットの底になるところに返し口を5センチほど縫い残します。縫い終わりと縫い始めは返し縫いをしっかり入れておきましょう。この後表に返していくんですけれども、ポケットに角がある場合は先に角を出してから表にしていくと綺麗に仕上がっていきます。そして表に返すとどうなってるかっていうと、さっき蛇腹に折ったところがこんな感じで2つ折りになっていきます。ここをしっかりと整えていきます。こういうポケット口を作ると何がいいかっていうと、ちょっとしたアクセントをつけることができます。そしたら際を縫います。出来上がったポケットは身ごろの後ろ身ごろに当たる部分ですね、お尻に当たる部分に縫い付けていきます。ちょうどゴム通しの部分を折り返して大体の部分でつけてますので、お手持ちのパンツなどでサイズの方は調整してみてください。それではポケットの周囲を縫っていきます。今回使用しているミシンは職業用ミシンなんですけれども、この押さえを活用して端からまずね 5mm で縫っていきました。で、反対側のポケット口のところまで来たら生地を回転させて際のところを縫っていくという方法で仕上げてみました。縫い始めのところに来たら最初の糸を切って最後に縫う時に重ねて縫うという仕上げ方になります。洋服とかのポケットはしっかりね縫い付けてあると丈夫になりますので、この仕上げ方おすすめです。そうしたらそのまま中表に重ねて脇を合わせていきます。今ねポケットが見えてる状態で縫い代を5mmほどずらして留めていくようにします。これね裾までずっと留めていきましょう。そしたらもう一本も同じように合わせていくんですけれども、カーブの方向が対照的になるように気をつけながら待ち針で留めてみてください。そしたら端から1センチを縫っていきます。はい、こちらで縫い終えたところになります。今ね 5mm で離してますが、この後ねこういう風に包んでいく作業があります。ちょっとね細かくなっていきます。そしたら今度はアイロンをかけていきます。残した 5mm が分かるようにしてアイロンをかけていきます。そうしたら、縫っていないこうね 5mm 残した部分でこう縫い代のところを包んでいきます。ちょっと細くなりますけれども、こんな感じで包んでいきましょう。そうしたらさらに折っていきます。そしたらこの際を縫います。気をつけてほしいのはこのお尻にあるポケットの方が後ろ側になりますので、包む側が前身頃になるようにしていきます。はい、それでは、今ねこう縫い終えたところになります。こんな感じで縫い代が包まれています。表にすると1本の線が見えている状態です。裾は1センチと2センチの三つ折りにしていきます。まずは1センチでアイロンをかけていきましょう。そしたら今度は2センチ折り目をつけていきます。そしたら待ち針で留めて、この縫い合わせのところからぐるっと一周縫って、最後ね縫い目を重ねるという縫い方で仕上げていきます。同じことをもう一本のズボンの方も進めてください。では最初のところに来たら最初のね糸を切って
縫い目をここまで重ねていきます。そしたらもう一本も同じようにして仕上げてみてください。最後の縫い合わせのところはこのような感じの仕上がりになっていきます。ここがねほつれてこないようにしっかり最後は返し縫いをしておくといいと思います。ジグザグ縫いがなくてもこんな感じで綺麗に仕上がっていきます。そして反対側も同じように仕上がっていると思います。そしたら片側だけ表にしていきましょう。もう一本の方を入れていきます。これね裏の状態で表が見える状態で合わせていきましょう。ちょっとここはねまたね縫い方を変えていきます。カーブね強くなりますのでね、多分こっちの方が縫いやすいんじゃないかなと思ってちょっと試しにやってみたいと思います。はい、そしたらこのお股のところですね、お股のところをしっかりと合わせましょう。外表に重ねていきます。こんな風にして合わせてみてください。あとはここの部分待ち針で留めていきます。こんな感じで留まったところです。そしたらここの部分周囲のところを、そしたらここの部分ですね、周囲を 5mm で縫っていきます。はい、そしてここのお股の部分ですね、ちょっとカーブになってると思うんですけれども、このカーブの部分をできるだけ布をまっすぐにするようにして縫っていきます。布をね回さないようにしてね、ここまっすぐにしていくんですよ。ちょっとここポイントです。そして縫い合わせのとこですね、ここ返しにしっかりしておきましょう。はい、縫い終えたところです。さっき言ってたねここのカーブの部分はこんな風にまっすぐにして縫うよっていうところですね。はい、で縫い終えてもしっかりねカーブで出来上がってきますので大丈夫です。今度はこちらを裏にしていきます。袋閉じ縫いをしていくような感じですね。もうねだいぶ形が見えてきましたけれども、この裏になった状態でもう一度今度は中に入れていきます。片側だけね中に入れていきましょう。はい、そうしたらアイロンをかけていきます。こんな感じで縫い代に一回片側に倒します。細かいところはちょっとやりにくいので、やりやすいところまでアイロンかけておきましょう。はい、そうすると縫い代のこの縫い合わせのところがしっかり開きますので、ここでパタンと閉じていきます。そしたら待ち針留めていきましょう。はい、そしたら今度は端から 7mm のところを縫っていきます。はい、そしたらまたね同じねカーブのところ来ました。カーブのところまっすぐ布をまっすぐにして縫っていきますよ。はい、じゃあこんな感じで縫い終えたところです。そしたら引っ張り出しましょう。もう一個やることがあって、こんな感じで広げたらこの縫い代をパタンと倒してここの際を縫って仕上げていきます。ちょっと難しいかなっていう方はこのまま仕上げても大丈夫です。私はねちょっと同じようにステッチを入れていきたいので、この状態から際をステッチ入れていきます。はい、では今ね縫い終えたところになります。ここね際を縫ったところですね。で表にするとどういう風になってるかっていうと、脇をね縫った時と同じようにもう一本ねステッチが入っています。こういう風にすると縫い代もしっかり収まっていきますので、あと一番難しいのはこのねお股のところですね。ここ結構込み入ってますけど、ちょっと布をね引っ張りながらやるとタックね寄らずに仕上げることできますので、表にしてみても
こねちゃんと縫い込みなしで仕上げることができてますので、ちょっとね少し生地にもよりますけれども、少し引っ張りながらやってみてください。はい、そしたら最後ね仕上げになります。ここのねゴム通しのところアイロンをかけていきます。12コールのゴムのサイズが幅1センチになっています。なのでまずは1センチで折ってから、次2.5センチで折っていく仕上げ方でアイロンをかけていきます。はい、では1周ねぐるっと折り目をつけて、次は2.5センチで折り目をつけていきます。そしたら周囲を待ち針で留めていきます。そしたら今度はゴム通し穴を残して仕上げていきますので、本来はここの縫い目のところでやっていくんですけど、今回袋閉じをしたのでこの部分で縫い残しをするような感じになります。なので間違えてね縫わないように色をね変えておきましょう。こんな感じで2センチほど開けて周囲をぐるっと縫います。だからこことここは返し縫いをしておきます。はい、それでは仕上げていきます。最近ね段付き押さえのこの左段付きっていうのを買ったんですね。そうするとこういう風に縫えるので、もっと早く買えばよかったって思いましたけど、今こちらを使っていきます。そしたらねあともう一息なので頑張りましょう。ここね少し1センチほど縫って返し縫いをします。はい、ではあとはまっすぐ縫っていきましょう。そうしたら秋口のところに来たので、秋口のところで縫い止まって、ここですね2センチ縫い残して返し縫いします。そしたら今度はこの縫い目とこの端との間を縫っていくようにします。ちょっとぐらい曲がっても大丈夫ですからね。最初はねしっかり返し縫いしておきましょう。硬いからね乗り越えるの大変ですけど、もしね縫うのちょっと難しいなと思ったら、ここの端をここねこうやって折ってちょっと折り目をつけて、こうつけながら縫っていくといいかもしれない。はい、そしたらゴムを通していきます。長さはねご自身のウエストに合わせて決めてみてください。こちらのゴム通しは紐通しとしてもよく登場するんですけれども、100円ショップで売ってますので見つけてくださいね。そしたらね一番ね奥の方から入れていきます。はい、では最後まで来たらこのゴムのところをこうね 2,3 センチ重ねましょう。こんな風にして、それではゴムのつなぎのところ四角く縫っていきます。はい、ではこんな感じで縫い留めたところです。この縫い留める方法はジグザグでもいいですし、しっかりとこうつながっていれば問題ないので、好きな縫い方で仕上げてみてください。そしたら中にクイッと入れていきます。気をつけたいのはこの平らな部分がぴったり揃ってるかどうかなんですよね。ねじれてるとここのとこごわついちゃうので、今回のように細いゴムを使う場合はねじれが起きやすいので、同じ面同士に印をつけておいて、紐通し後に重ねてまず1センチほど縫っていきます。で縫ったらパタンと倒して際を縫うという方法もありますので試してみてください。ではねゴムを通し終えたら最後にこの部分を縫って仕上げておきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね洋服作り紹介させていただきました。いつもねここねつながってたらどうなんだろうって思っていたんですよ。なのでちょっと今回は試しに簡単な作り方、地形を採用して同じようにして作ってみました。よかったら今回の動画が参考になれば嬉しいです。こちらの生地ねまだまだ販売してございますので、よかったら、生地屋さんで見つけていただいたり、あとオンラインショップでも
紹介させていただいてますので、よかったら概要欄の方もチェックしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。サブチャンネルの方では旅動画の方の配信をスタートしております。今回5月はですね、ちょうど北欧周遊旅、メインチャンネルでね、こちらのチャンネルで紹介している北欧5カ国周遊してきた2023年の動画を再編集して公開を終えたところです。次回からはですね、ヨーロッパの周遊の方を紹介していきます。こちらの方では結構ね、長尺で1時間以上で紹介してるんですけれども、サブチャンネルの方では区切りながら短めに何本かに分けて紹介していこうと思いますので、よかったらそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。